今回はササラが制作するものを決めることになったのだが、ササラが選んだのは、なんとエントリーグレードのガンダムだった。最近発売されたガンプラ、しかも組み立てやすいキットなので、すぐにでも良い仕上がりの上、稼働も問題なし。回収作業が少なく済みそうで、ササラは自分の仕事が減って、今回楽ができると思っているが、果たして、本当にそうなのだろうか？こんにちは、佐藤ささらです。前回からの続きになりますが、仮組から分解しましたが、このまま放置するわけにはいかないので、このようなものに保管しようと思います。これなら機体の部位ごとに部品を収納することができますからね。ほら、この通りです。これで部品をなくす心配もなくなりますし、管理も楽なので必要な時にすぐに取り出すこともできます。持ち運びも楽ですよ。ただ、外れて落ちないようにしっかり締めて固定しておくように。今から作業を開始しますが、まず何をするのかというと、全開ニッターなしで部品をランナーから切り取ったため、ところどころに切り取った跡が散見されます。まあ、今更ですがニッターを使うべきでしたね。これらをですね、ヤスリで削ると、このようになります。荒削りですが跡がなくなっていますね。他にはこの写真のようにラインのようなものが入っている部品がありますが、これらもこのように処理していきます。さて、今から削っていこうと思います。この作業には主にサンドペーパーを使います。毎度お話しするのですが、何番のヤスリを使用するかは人によって、状況によって異なってくると思います。今回はまずは400番を使っていき、組み立てられる箇所を組んだ後に600番を使う予定です。ヤスリを板状のものに貼り付けず固定しないでそのまま手に持ってヤスリをかけていますが、私は今までこのやり方でやってきましたのでなんとかなるでしょう。ヤスリがけが完了しました。やはり部品が多いと大変でしたね。ところでささらちゃん。何？どうしたの？ヤスリがけなんだけど、本当に600番までなの？800番とか1000番とか書けないの？この時点では600番まででいいと思うよ。確かに600番までで止めると、表面がまだざらつくような気もするけど、ここで種明かしするとね、この時点では600番まででも大丈夫だということ。すずみちゃん、この後の作業でまだ紙ヤスリ使うよね？サフを吹いた後に800番から1000番と、今回やることになる研ぎ出し作業の時に1500番くらいの紙ヤスリを。あ、そういうこと？そうそう、気がついたみたいだね。だから現時点で気にしなくてもいいということ。あ、もちろん作り方は人それぞれなので、こんなやり方をする人がいるっていう感じで見てくださいね。説明書を見ると、塗り分けの影響のない部品は、接着してからヤスリがけをした方が効率がいいので、ここで該当する部品を接着します。とは言っても、機体の中ではこのように足の部分と上腕部だけでした。あとは武器ですかね。これらを接着していきます。接着剤をはみ出させてからヤスリがけしようと思いますが、溝があったり接着部が気になるときは、盾を使用して固まったのを確認してからヤスリがけをしましょう。接着が終わりました。ガンダムハンマーは球形部の接着面を処理してからトゲをつけようと思います。さて、次の作業は先ほど接着したものにヤスリがけをして合わせ目を消していきましょう。接着剤をはみ出させて接着していますので、この部分にヤスリがけすれば合わせ目は埋まるはずですが、もし埋まっていなかったら、盾をつけて固まった後にもう一度ヤスリがけです。この時点でのヤスリがけ作業完了です。さて、これからいよいよ回収作業になります。前回の動画で上げたのは、ガンダムの頭部の V アンテナと、背後のランドセルのバーニアですね。早速回収に取り掛かりましょう。このガンダムの特徴的な V アンテナですが、プラモデルではこんな感じになっています。これはどういうことかというと、子供が手に取って遊んでいる時に尖った部分で怪我をしないように設けられているものです。必要な処置なのですが、見た感じが。ということで、この部分を取り除き、アンテナをシャープ化しようと思います。シャープ化されたアンテナをつけたガンダムの完成品はよく見かけます。まずはこの横の出っ張り部分をニッターで取り除きます。切りすぎないように慎重に。
ニッカー使用後に残った部分は、デザインナイフか紙やすりで取り除きます。これだけでも十分、見た感じは良くなりますが、先っちょ部分をもうちょっと延長しましょう。まずは盾を先端につけて、調色スティックに両面テープで紙やすりをつけたもので、縦高角に V アンテナをやすりがけ。次に像を逃がしてここまで盾をつけて高角にやすりがけ。何か形がおかしいような。柵を吹いてみましょう。盾をつけやすりがけをして成形した時に、形を把握しにくい場合がありますが、そういう時には柵を吹けば形がわかりやすくなります。やっぱりおかしいですね。再度やすりがけをして再び柵を吹きます。まあ、こんなものかな。とりあえず形を整えました。こんな感じでしょうか。とりあえず終わりましたが、初めての試みだったので苦労しました。次回はもう少し対策しようと思います。次の回収は、背後のランドセルです。見た感じはこのままでも大丈夫なのですが、実はこのバーニア部分、一体化していて一つの部品になっています。そうなるとバーニアを塗り分けしたい時にすごく面倒になります。なので別パーツにするためこのパーツのバーニアを削り取ります。はじめはニッカーで切り刻み大まかに切り取った後、ルーターを使用してどんどん削っていきます。ルーターがない場合は、金属やすりやデザインナイフなどで慎重に削るしかないかもですね。これもある程度ルーターで削ったら、金属やすりや紙やすりで作業をしていくと、形ができてきます。やすりでもどうにもならないようなデコボコには縦で成形します。こんな感じになりました。綺麗にバーニアを取り除けたと思います。バーニアを取り付ける基部をプラバーも切り出して取り付けて、塗装後にバーニアを取り付けて完了です。久しぶりのガンプラ。ササラ主導で進めているイージーガンダム製作。当初ササラが考えていたように、回収作業が少なく楽ができるはずであったが、それはちょっと甘かったようで。どうも、佐藤ささらです。今回のイージーガンダムは私が見た感じでは可動部分に申し分なかったので、予定していた2つの回収作業を終えたのですが、なんとウップ主から物言いが入りまして、まあウップ主はどちらかというと飛行機モデラーなのですが、ガンプラも多少は作っていますので、ウップ主から見ると物足りなかった部分があったようです。確かに手を加える箇所はまだ残っていたので、私の落ち度ではあるのですが、なんというか、あんな言い方しなくてもよくないです。やり場のない怒りがこみ上げてきました。まあでも、先ほどのウップ主の発言で、後でこれを試すのに私の良心が消し飛びました。皆さんも人にアドバイスや忠告するときは、言い方に気をつけた方がいいですよ。言った本人は問題ないと思っていても、その何気ない一言で、思いがけない恨みを買うかもしれませんからね。急遽追加の作業が入りました。ランドセルの回収作業ですが、塗り分けのために一体化していたものを削り取り、別売りパーツを取り付ける予定でした。ですが、ウップ主から稼働させるのではなかったのか、ということで、もう一作業することにします。まず最初にこの作業に必要な素材を探します。今回使えそうなものを持ってきました。全部使うかどうかわかりませんが、この取りパーツを取り付け部分の長さを必要なだけ残して切り取ります。そしてランドセルの横の部分に先ほどの取りパーツを取り付けるための穴を開けます。次にバーニア部分をカットし切り取り部分をヤスリで処理します。取りキャップに取り付けるために直径 2mm のランナーを 3mm くらいに切ったものを接着します。これで作業は完了。塗装後に取り付けることになります。うまくいったようですね。バーニアを付けた状態でも稼働しています。次の回収ですが、ちょっと面倒な作業になるかもしれません。追加の作業になりますが、ガンダムの顔の方のスリットです。この部分は原作では穴が開いているのですが、キットを見ると穴が開いてません。無難に穴の部分を黒く塗って仕上げる方法もあります。キット自体が144分の1というサイズなので着色でも違和感はないです。ただ、今回はウップ主の指示通り、ドリルなどで穴開けに挑戦しようと思います。かなり細かい作業なので慎重に。
まずはスリットの部分の中央に毛書き針を押し付けて位置を決める印をつけます。次にドリルの出番です。0.3mm のドリルで穴を開け、次に 0.5mm、0.6mm で穴を拡大。この後は BMC タガネの 0.15mm、0.3mm、0.5mm を使い少しずつ削っていき、0.8mm の針やスリも使用しました。そして再びタガネを使用するなどで削っていった結果、片方5個開けた状態です。頑張ってもう片方も穴開けにかかります。10個全部開け作業完了しました。この状態ではちょっと穴の形が分かりにくいので、後でサフを吹いて確認しようと思います。残りの2つの作業ですが、先ほどのスリット穴開けよりは簡単なものです。まずはビームライフルのスコープですが、ご覧ください。表側は問題ないですが、裏側を見るとですね、はい、不自然な溝や穴がありますね。この部分はウップ主はかなり気になったようです。塞いだ方がいいかもですね。方法は簡単です。スコープの溝はサークルカッターで薄いプラバーを円形に切り取ったもので塞ぎます。真ん中部分は計測した結果 4mm だったので、円形に切り取ったプラバンの中央に 4mm の穴を、センターポンチを使用して穴開けしました。サークルカッターは、綺麗に円形にならなかったりすることがありますが、外側を削ればいいので、切り取ったプラバンが若干大きめな円になっても大丈夫です。中央の穴はポリエステルパテで塞ぎました。スコープの回収はこれで完了です。最後はハイパーバズーカの中ですね。はい、ご覧の通り塞がっていますね。モデルガンではないので法的に塞ぐ必要はないのですが、まあ、不自然だし穴開けだけなのでやってしまいましょう。毎度のことですが、ドリルの登場です。小さなドリルから大きなドリルで穴を開けます。そして心強いアイテム、サイドルーターの登場です。ここでも大活躍ですね。削りカスを取り除きながら紙やすりを丸めたもので中を削っていきます。簡単に済ませましたが作業完了です。今回の回収作業は完了です。今回はここまでだね。予定外の作業が出てきて大変だった。お疲れ様、ささらちゃん。ありがとうつづみちゃん。見落としがあったのは痛恨だったけど。そうそう、ウップ主はどこへ行った？外出中だよ。必要なもの調達してくるって。そうなんだ。まあ、なんとかなったからいいんじゃない。そうだね。これで私の仕事はほとんど終わったからね。さて、そろそろ。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。